わ、なんだこいつと思って。なんだと思って。で、よくよく見たら、うちの、店舗の制服を、はい、皆さんこんばんは、はちあたらこです。動画を撮っていきます。はい。多分、この格好でやることじゃないと思うの。うん。多分やるんだったらもっと、なんだろうな、こういったこの大人っぽい、格好とかじゃなくって、もっとファンシーな、可愛らしい感じ、可愛いしてる、格好でやるべきことだと思うんだけど、なんだけど、ちょっとどうしてもね、ちょっとやりたいことがあって、ちょっとやってもいいかな。これ知ってる？いや、なんかね、日本だと、もう2年か3年ぐらい昔に流行ったらしいの。ね、俺これ知らなくって。これなんだろうって思って。いや、ほら、これさ、福島の観光旅行行ったって言ったじゃない。そう。で、福島行った時に、福島のお土産屋さんで、福島何にも関係ないよ、これ。福島何にも関係ないんだけど、なんかこれ置いてあったの。お土産屋さんに。なんだろうと思って。で、奥さんに聞いて、これ昔流行ったやつだよ、つって。俺知らない、つって。で、どうやって使うの？教えてもらって。で、ちょっとこれ動画向きじゃんと思って、買いました。はい。例えば、こんな感じ。例えば、こんな感じ。これだけだよ、ほんと。ごめん、俺は楽しい、すごく。これね、以上です。はい。終わっちゃった。どうしよう。俺今日動画でこれやりたいこと終わっちゃったな。どうする？どうする？何か案がある人手挙げて。これ流行ったんだって、昔。可愛くない？ビン。ビン。はい、ありがとう。楽しかったです。はい。ありがとうございます。はい。くだらないついでにもう一個くだらない話していい？いや、俺さ、だいたいバイト行くのって、夜の時間が多いわけ。仕事が終わるのが、だいたい、18時ぐらいに仕事が終わって、で、19時ぐらいからバイトに行くんだけど、そう。で、そのさ、バイトの、着替えるところっていうか、休憩室みたいなところがあって、で、まずはそこの休憩室に行って、そこの休憩室からバイト先に行くっていう流れなの。ほら、普通さ、バイト先と、これ邪魔だな。普通さ、バイト先の店舗と、その店舗の中に着替えるところがあるじゃん。でも違くて。店舗があって、そこから100メーターぐらい離れたところに着替える掘ったて小屋みたいな、本当に、小屋があるの、小屋が。小屋があって、そう。で、そこで着替えなきゃいけないんだけど、そう。で、19時だからもうほんと真っ暗だよね。冬場だし。で、真っ暗な状態で、テクテク歩いて、小屋に着きました。で、小屋の暗証番号を押して、開けます。で、開けた瞬間に、うわーってなって。俺がね。開けた瞬間に、うわーってなって。で、何かっつうと、その小屋の中になんか、知らない男性が座ってたの。びっくりするじゃん。で、うわーってなって。で、うわーってびっくりしたら、向こうが、なんかさも当たり前のように、そうですよね。暗闇の中に男性がいたらびっくりしますよねって言ってきたわけ。なんだこいつと思ったよ。なんだと思って。で、よくよく見たら、うちの、店舗も制服を着てるわけ。だから、
新人の男子だと思って。うん。で、なんか、話聞いたら、なんか大学生です、なんつって。うん。で、一応ほら、電気はつけていいかいいいですかって聞いて。いいですよって言うから、電気はつけたんだけど、ほら、例えばなんか、眠かったとかさ、ほら、なんだろう、仮眠中だったかもしれないじゃん。休憩中とか。うん。だから一応聞いたわけよ。休憩中でしたとか、仮眠されてましたとか、寝てましたって聞いて。いや、全然です、みたいな。うん。で、なんならナゲット食ってました、みたいな。うん。もうなんか見たらナゲットをこうやって食ってるわけ。うん。なんだこいつと思って。なんだこいつって思ったっていうだけのお話でーす。不思議じゃない？怖くない？なんか暗闇の中で電気つけずにナゲットをひたすら食ってたわけ。うん。なんだろう。なんかね、うちの店変な子多いんだよね。なんかそういう感じの子。うん。うん。とか、これね、海外の人にはもしかしたら伝わんないかもしれないんだけど、わかんない。日本だけなのか何なのかわかんないんだけど、そう。これも大学生ぐらいの男子だよね。あ、ほら、前にさ、なんか、自動洗浄機の使い方わかんねえっつった子いたじゃん。めんどくせえって言った子。その子なんだけど、そう。が、なんか、俺のとこに来て、じゃあさ、なんかわかんないんですけど、俺ばっかりなんか社員さんになんかチクチク言われるんですよねって文句言われるんですよねって。俺なんか目つけられるようなことしてないんですけど、なんでですかねって言いながら俺に愚痴ってくるわけ。うん。なんでかはもう一目瞭然なんだけど、うん。お前それ、よく飲食店で、銀髪の状態にしたくせにそれ言えんなと思って。そうなのよ。見事な銀色の、銀髪になってて。うん。なんか、その状態でよく、目立ってないみたいな、なんで目つけられちゃうんですかね疑問っす、みたいなこと言えんなとか。でもさ、これもちょっと不思議っちゃ不思議だよね。一応さ、そのお店のルールだから、銀髪はダメなんだけど、黒髪推奨されてるんだけど、でもさ、実際問題としてさ、別にほら、髪の毛食うわけじゃないじゃん、お客さんは。うん。だし、別に銀色だろうが、金髪だろうが、赤い髪の毛だろうが、なんだろうが、別にほら、それで気分は害さないわけじゃん。うん。でもやっぱその辺がさ、だからその日本の古い感じなんだろうね、きっとね。うん。海外だとさ、別に髪の色とか何色でもいいんじゃないの？そういうのって違う？どうなんだろうね。別に、だってほら、髪の色をうんぬん言い出したらさ、きっとそれって差別につながるじゃん。うん。ほら、肌の色うんぬんとかさ、目の色をうんぬんかんぬん言うのって、ダメじゃん。うん。でもさ、日本ってさ、結局ほら、日本って、そうだよね。日本って日本人しかいない時期長かったもんね。うん。だからなんだろうね、きっと。うん。でもなんか結構多いよ。日本だと黒髪じゃなきゃダメっていう飲食店。うん。あれ意味わかんないよね。意味わかんないんだけど、目立つ理由はそれだよ。君っていうお話。はい。今日は変な話になりましたが、今日の動画は以上です。思いついた話を、話させてもらいました。はい。というところで、またお会いしましょう。またねー。